私の名前はさつき。今年で32歳になる兼業主婦です。夫で一つ年上の健一とは、もうすぐ結婚して6年になります。私たちには、陽介という息子がいて、つい先日、5歳の誕生日を迎えることができました。大好きな健一と、目に入れても痛くないほど可愛い陽介。そんな二人と一緒に暮らす毎日は、文字通り幸せでいっぱいだったのです。そんなある日のことです。寝室で休んでいた私は、健一から話があると言われ、リビングに呼び出されました。いつになく真剣な表情をした健一を見て、私は内容まではわからないながらも、きっととても大事な話なんだろうな、と思いました。どうしたの？そんなに真剣な顔して。私がそう言うと、健一は、さつき、急なんだけど、来週からここで母さんと同居しよう。と言ってきました。その瞬間、私は頭が真っ白になりました。全く想像していなかった健一からの提案に、頭の中がついていかなかったのです。ちょっと待ってよ。いくらなんでも急すぎるわ。私が戸惑いながらそう言うと、父さんが亡くなって、もうすぐ1年になるだろう。母さん、日に日に元気がなくなっているんだよ。このままじゃ母さんまで後を追ってしまいそうで、そうなったら俺、生きていけないんだよ。と言って、健一は両手で顔を覆いました。そう、健一の父親は1年前に病気で他界しており、それ以降義母は義実家で一人暮らしをしていたのです。しかし、だからといって、急に出てきた同居の話に、そう簡単に賛成などできるはずがありません。お母さんのことが心配な気持ちはわかるけど、この前2人で会いに行った時も元気だったじゃない。将来的には同居を考えるにしても、今はまだ別々に暮らすのでもいいんじゃない？私はそう言って健一をなだめました。しかし、それを聞いた健一は怒り出し、お前は何もわかっていないんだよ。母さんだって、本当は心細くて仕方ないんだ。それでもお前がいる前では、必死で元気に振る舞ってるだけなんだよ。お前が思ってるほど単純な話じゃないんだ。と、私のことを怒鳴りつけたのです。私はそれ以上何も言い返すことができませんでした。健一が義母のことを大切にしているのは分かっていました。もちろん、私たちにも家族サービスをしてくれていましたが、義母の予定がある際には、必ずそちらを優先していたのです。その時には私も、母親を大切にする人なんだな、くらいにしか思っていませんでしたが、今から考えれば、その時に気づくべきでした。健一は母親思いなのではなく、ただのマザコンであるということを。結局私は、健一の意見を尊重し、義母との同居を受け入れることにしました。そしてそれから数日後、義母は予定よりも早く私たちの家にやってきたのです。私は義母を気遣って、お母さん、今日からよろしくお願いします。あまり家に気を使わないでくださいね。と言いました。すると義母は私を睨みつけながら、私に向かって上から目線で何言ってるのよ。そんなこと言っている暇があったら、さっさと家事を終わらせなさい。そんな風にのんびりしてるから、いつまで経っても家事が終わらないんでしょうが。と言い放ったのです。まさか、うちに来た初日にそんなことを言われるとは思ってもみなかったので、私は困惑してしまいました。しかし、義母は追撃とばかりに、何をボケーっとしてるの？あなたは主婦でしょ？家にいる時間は家事をしっかりやりなさい。と私を怒鳴りつけてきたのです。私はその言い方に怒りを覚えましたが、同居初日に大喧嘩をするわけにもいかず、言い返したい気持ちをぐっとこらえて、その場を収めることにしました。夜になって、健一が帰ってくると、義母は一転して満面の笑みで迎えていました。
その様子を見て、健一はとても喜んでいます。母さんの元気そうな顔が見れてよかったよ。今日からみんなで一緒に仲良く暮らそうな。と、嬉しそうに言っているのです。私は湧き上がってくる胸騒ぎを抑えることができませんでした。そして、その日から私にとっては地獄の日々が始まったのです。義母はとにかく私のことが気に食わないようで、何かにつけて嫌味を言ってきました。最初ははいはいと受け流していたのですが、私が言い返さないことに味を占めたのか、日に日に当たりが強くなっていったのです。例えば、私が仕事をしていることについて、昔から家事は女の仕事って決まってるの。家事がおろそかになるんだったら、仕事なんて今すぐやめてしまいなさい。と噛みついてきたり、それまで私が使っていた部屋に、勝手に義母の洋服や荷物を運び入れた挙句に、あなたの使ってた部屋、まるでゴミ屋敷じゃない。部屋の片付けもろくにできないのかしら。などと嫌味を言ってくるのです。さすがの私も、これには我慢することができず。私の部屋をゴミ屋敷にしたのはお母さんです。片付けていいのなら、今すぐ全部捨てますよ。と言い返し、そのまま部屋に入って、義母の荷物を捨てようとしました。すると義母は焦った様子で追いかけてきて、これは今から私が使うものだから、もう少し置いといてちょうだいよ。と言ってきました。私も部屋がゴミ屋敷になっているのは耐えきれないんです。せっかくの機会ですから、今日できれいに片付けましょう。私がそう言って無理やり片付けようとしていると、ちょうど健一が帰ってきました。健一は目の前の状況に困惑しているようでしたが、とりあえず間に入って話し合いをしてくれて、これから義母が少しずつ荷物を整理して、一刻も早く部屋を元通りにするという約束で、なんとかその場は収まりました。しかし、その一件で私と義母の関係にはこれまで以上に深い亀裂が入ってしまったのでした。そんな生活が数ヶ月続き、私は心身ともに疲弊していきました。毎日、義母から OK が出るまで家事をさせられ、いつも眠りにつくのは日付が変わってからです。それにもかかわらず、朝は義母よりも遅く起きると嫌味を言われてしまうので、遅くとも5時過ぎには起きるようにしていました。当然、慢性的な睡眠不足に陥っていました。これで私が専業主婦であれば、まだ耐えきれたのかもしれません。しかし、私は主婦として家事をこなす傍ら、会社員としてもフルタイムで働いているのです。そんな状況では耐えきれるはずもなく、とうとう限界を感じた私は、健一に相談することにしました。ねえあなた、実はお母さんのことなんだけど、毎日毎日嫌味を言われて、これ以上耐えきれないの。私から言って喧嘩になると困るから、あなたからそれとなく言ってくれないかしら。私がそう言うと、健一は少し考えてからとんでもないことを言い出したのです。いや、それは母さんが悪いんじゃなくて、言われるさつきの方に原因があるんじゃないのか？さつきが母さんの言う通りにできないから、できるようになるまで教えてくれてるんじゃないか。母さんだって、父さんがいなくなって大変なんだよ。あまり迷惑をかけないでやってくれ。健一はそう言って、私に背を向けてしまいました。私は健一に相談したことを後悔しました。相談することで解決するかもと期待していたのに、解決しないだけではなく、相談する前よりもさらに嫌な気持ちにさせられてしまったのです。そして、その日を境に、健一までもが私に嫌味を言ってくるようになったのです。きっと、私が義母のことを悪く言ったのが気に食わなかったのだと思います。家庭内という閉鎖的な空間で、二人から毎日毎日嫌味を言われる生活に、とうとう私は離婚というワードが頭の中をちらつくようになりました。
それでも、なんとか踏みとどまれたのは、間違いなく、息子の陽介の存在があったからです。離婚して、陽介を片親にするわけにはいかない、という思いで、なんとか夫婦の形だけは保つことができたのでした。しかしそんなある日、私が仕事を終えた帰りに、陽介を迎えに行って帰宅すると、珍しく家の中が真っ暗になっていました。いつもなら義母がいるので明かりはついていますし、もしも義母がいるのなら、私が帰ってくるとすぐに何かしら言いつけてくるはずです。私が違和感を覚えながらも、リビングへ行くとテーブルの上に一枚の置き手紙がありました。そこには、今日から1週間仕事を休んで、母さんと一緒にグアム旅行に行ってくる。親子水入らずで楽しんでくるから、くれぐれも邪魔するなよ。と書いてありました。妻と息子を残してなんて身勝手な。と思いましたが、ここで私にある疑問が浮かびました。グアム旅行に行くお金など、うちにはないはずなのに、一体どこからお金を工面したのでしょうか。なぜか背中に鳥肌が立った私は、嫌な予感がして、夫婦共同で貯金していた口座の通帳を確認することにしました。この口座には、毎月私たちの給料から一定額を自動で積み立てていたので、計算上は300万円ほどの残高があるはずです。しかし、恐る恐る通帳を開いた私は、その残高を見て言葉を失ってしまいました。なんと、2年ほど前からどんどんと貯金は切り崩され、現在の残高はたったの2万円しかなかったのです。結婚生活で何かあった時のために、2人でしっかり貯めていこうねと約束していたのに、その約束を健一はあっさりと破っていました。私は通帳を持っているその手がわなわなと怒りで震えているのがわかりました。夫婦で貯めていたお金を無断で使い込むなんて、もはや鬼畜の所業としか思えません。しばらく呆然と立ち尽くしている私の耳に、玄関のチャイムが鳴ったのが聞こえました。それは郵便局からの書き留めで、送り主は私たちが契約していた保険会社でした。私はまたもや全身に鳥肌が立つのを感じていました。もう嫌な予感しかしなかったのです。受け取った封筒を開けてみると、そこには、学資保険解約のお知らせと書かれていました。それを見た瞬間、私は背筋が凍りつきました。これは、陽介の将来のために、毎月コツコツと積み立てていた学資保険です。解約日は1週間ほど前になっていて、今まで積み立てていたお金が口座に振り込まれたのを見計らって、そのお金を使ってグアム旅行に出発したようでした。それに気づいたとき、私は健一との離婚を決意しました。そして、必ず健一と義母に仕返しをすると決めたのです。1週間後、予定通り健一と義母が旅行から帰ってきました。2人は私のことなど意に介さず、旅行の思い出話に花を咲かせています。私は健一に向かって、ねえ、貯金がほとんどなくなってるじゃない。それに、学資保険を解約したってどういうこと？なんで私に無断でそんなことするのよ。と言って怒りました。しかし、健一は謝るどころか。そのお金は、母さんを喜ばせるために使ったんだから、お前に文句を言われる筋合いはないだろう。お金なんてまた貯めればいいんだから、いちいちギャーギャー騒ぐなよ。せっかく楽しい旅行だったのに、頼むから水を差すようなことを言わないでくれ。と言って開き直っているのです。そして再び私に背中を向けて、二人で旅行の思い出話を始めてしまいました。私はそんな二人に向かって、大きく息を吸い込んでから、こう叫びました。もう離婚してください。その瞬間、二人の動きがピタリと止まり、
困惑した表情でこちらを見つめているのがわかりました。おそらく、離婚というワードを出されるとは思ってもみなかったのでしょう。ショックで言葉が出てこない健一に代わって、義母がものすごい剣幕で私に言い返します。ちょっと、さつきさん、離婚なんて簡単に言うもんじゃありませんよ。しかし、私がそれにひるむことはありません。簡単になんか言ってません。本気で考えて、考え抜いた末に出した結論です。そう言って私は健一の方をじっと見つめました。勝手に貯金を使い込んだり、子供の学資保険を解約して旅行に行くような人とはやっていけません。今まで我慢していたのは、あなたみたいな人でも、陽介にとっては父親として必要だと思ったからです。でも、今回の件でその思いはなくなりました。そんな恥ずかしい父親なら、いない方がマシです。だから、離婚の意思が揺らぐことはありません。明日、陽介を連れて出て行きますからね。私はそう言い放ち、荷物をまとめるために陽介の部屋へと向かいました。そしてその日はそのまま、陽介の部屋で一夜を明かしたのでした。陽介には、明日からママと一緒にママのお家で生活するんだよ。じいじとばあばにたくさん可愛がってもらおうね。と伝えました。すると陽介は、じいじとばあばと一緒に遊べるの？やったー！と、想像以上に喜んでくれたのです。陽介の気持ちを心配していた私は、その反応に安堵して眠りにつくことができたのでした。しかし次の日、私が目を覚ますと、何やら玄関の方が騒がしいのです。恐る恐る陽介の部屋から出ると、なんと、健一の親戚が何人も家に上がり込んでいました。ちょっと、どういうことですか？私がそう言うと、その場にいた全員が一斉にこちらを向きました。そして、その中の一人が、さつきさん、離婚するなんて簡単に言うもんじゃないよ。陽介くんだっているんだから、ちゃんと夫婦で頑張っていかなきゃダメだろう。と、いきなり私を怒鳴りつけてきたのです。それに続くように別の人も。健一だって家族のために一生懸命に頑張ってるんだぞ。それなのに、ちょっと思い通りにいかないからって、離婚に逃げるなんて覚悟が足りないんじゃないのか？と、私のことを責め立ててきたのです。突然大勢の前で責め立てられるこの状況に、私は困惑してしまいました。すると、そんな私の様子を見た義母が、さつきさんは、そんなに私のことが嫌いなのかい？あんなに実の娘のように可愛がってあげたのに。と言って、嘘泣きを演じてきたのです。さらには、健一もそれに便乗して、母さん、俺も同じ気持ちだよ。今までさつきのために精一杯頑張ってきたのに。と言いながら義母をなだめ始めました。そんな二人を周りの親戚たちは必死で慰めます。あまりに奇異な状況に呆然としている私を、健一はものすごい目つきで睨みつけました。そして、これでわかっただろう。みんな離婚に反対なんだよ。お前も頭を冷やして、離婚なんて考え直せ。と言ってきたのです。その時、私はようやく健一の意図を理解しました。私の離婚を考え直すために、わざわざ親戚まで呼び寄せて説得させたのです。しかも、小学生でも見破れるようなしょうもない演技までして。私は必死に笑いをこらえながら親戚の方を向き、では、皆さんには正直にお話ししますね。私がどうして離婚を決意するに至ったのかを。そう言って、これまでの出来事をすべて話しました。義母が同居してから毎日のように嫁いびりを受け、本当に辛い日々を送っていたこと。健一はそれを知りながらも、全く私のことをかばってくれず、
それどころか義母と一緒になって私のことを罵倒してきたこと。夫婦の共同貯金を私に無断で使い込んでいたこと。挙句の果てには、陽介の学資保険まで解約して、二人でグアム旅行に行っていたこと。私がすべて話し終えると、親戚一同の表情は怒りに満ちていました。一方、自分たちの悪行をばらされた健一と義母は、見たことがないくらい青ざめた顔をしていたのです。おい、健一、どういうことだ？親戚の一人がそう叫びました。これはさつきが嘘を言っているだけです。そんな事実はみじんもありません。健一はそう言って白を切りました。私は仕方なく、ほとんど残高がなくなった夫婦の預金通帳と、書き留めで届いた学資保険解約のお知らせを一緒に見せました。これが、二人が預金を使い込んだことと、学資保険を解約したことの証拠です。私がそう言うと、親戚一同は一斉に怒り出し、健一と義母をこっぴどく叱ってくれました。そして、その場で健一に私が持参した離婚届を記入させ、さらには使い込んだお金や、解約した学資保険のお金、今後の陽介への養育費を必ず払うという誓約書まで書かせてくれたのです。その上、うちのバカ二人が大変なご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした。と言って、親戚一同みんなで私に頭を下げてくれました。私はその謝罪を受け入れ、使い込んだお金と養育費さえもらえれば、慰謝料に関しては請求しないことにしました。結局私は、その日のうちに役所へ向かい、離婚届を提出して、無事に離婚することができました。健一と義母は、親戚からよほど強く言われたのか、使い込んだお金と解約した学資保険の分は、1年と経たずに弁済してくれました。その時に、親戚からたくさん借金をしたことが理由で、今では、義母までもが働きに出て、毎日ギリギリの生活を送っているそうです。一方の私は、その後は陽介と実家へ帰り、両親のもとで心穏やかな日々を過ごしています。陽介も私の両親からの愛情をたっぷり受けて、毎日が本当に楽しそうです。いつかはどうしてこうなったのかを陽介に話す日が来るのでしょうが、それまではここで、この幸せをかみしめながら毎日を過ごしていきます。